こんにちは、東京ベジライフのなつきです。今回はスーパー腸活生活の始め方を、なぜ腸活が重要なのか、そして腸活生活の基本的な考え方についての前編、スーパー腸活生活のレシピをご紹介する後編に分けてシェアしていきます。今日は前編の腸活がなぜ重要なのか、そしてスーパー腸活生活の基本的な考え方についてですが、私が腸について真剣に考えるようになったきっかけをくれたウィル・ウォルシュウィッツ先生のファイバーフィールドという本をベースに情報をシェアしていきます。ファイバーフィールドは昨年2020年5月に出版された本で、和訳はまだされていないようなのですが、アメリカのヘルス界でかなり話題になった本です。著者のボーシュウィッツ先生は胃腸病学の専門医で、胃腸の研究を長年されてきた方なのですが、忙しい生活の中で食生活が乱れて体調を崩したという経験があって、そんな中ビーガンである今の奥様に出会ってから食生活をプラントベースに変えて健康を取り戻したという方です。さて、なぜ腸内環境を整える腸活が重要なのか。まずは腸内に住む腸内細菌について理解する必要があります。You're only 10% human。あなたが人間なのは 10% だけと言われますが、私たち一人一人の体の中には人間細胞の10倍の数のバクテリア、細菌が住んでいます。皮膚の上などにも住んでいますが、多くが腸内に住んでいて、その数は39兆とも言われています。腸の中に住む細菌が私たちが食べた食べ物を分解して体が吸収できる栄養素に変えてくれているんですね。それぞれの細菌には好みの食べ物があるので、何を食べるかによって腸内環境が変わってきますし、私たちが好きな味と思っているものも実は腸内細菌の好みという可能性もあります。なので悪玉菌と言われる炎症を起こしたり悪さをする菌が好む食べ物を食べていれば、どんどん悪玉菌が増えてしまって腸内の細菌コロニー、つまり腸内フローラのバランスが悪くなってしまいます。腸内細菌の働きは食べ物の消化だけではありません。腸内細菌と免疫システムについては後ほど詳しくお話ししていきますが、悪玉菌が増えることによる炎症が肥満や糖尿病を引き起こしているという研究結果も出ています。そして最近ではホルモンの分泌に腸内細菌が深く関わっていることも分かってきています。食欲やエネルギーのバランスをコントロールするホルモンの分泌量は腸内細菌が制御していると言われていますし、分泌されすぎると乳がんなどの原因になるエストロジェンの分泌量も腸内細菌がコントロールしています。また腹落ちする、腹を決めるといった表現が昔からあるように、人間の認識力、決定力も腸内細菌が握っているとも言われています。腸は迷走神経というもので脳とつながっていて、神経伝達物質やホルモンを分泌することによって常に脳とコミュニケーションをとっています。前回の快眠習慣の動画の中でお話ししたセロトニンの約9割、そしてドーパミンの約半分が実は腸内で生成されています。なので腸内フローラのバランスが崩れてしまうと、つまり悪さをする悪玉菌が良い働きをする善玉菌より優勢になってしまうと、体の健康だけではなく心の健康にも影響が出てきます。腸内細菌の働きとしてとても重要なのが短鎖脂肪酸というものです。善玉菌は水溶性食物繊維を餌として短鎖脂肪酸を作ることができます。善玉菌が作り出した短鎖脂肪酸がどういった働きをするかというと、まず大腸の中を酸性にすることで悪玉菌の増加を抑えます。そして大腸菌やサルモネラ菌のように特に危険な菌については直接動きを抑制する働きもあります。つまり水溶性食物繊維を餌として善玉菌が作り出した短鎖脂肪酸が腸内フローラが悪玉菌が優勢にならないようにバランスを保ってくれているんですね。短鎖脂肪酸はその他に大腸の内側を覆っている細胞膜を修復する機能もあります。
リーキーガットという症状を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、リーキーは漏れやすいという意味で、ガットは腸内の内側を覆う細胞と細胞をつなぐタンパク質が壊れてしまうことによって、細胞と細胞の間に隙間が空いてしまい、食べ物の成分や細菌などが漏れ出して、いろいろな体調の不調となって現れるものです。短鎖脂肪酸はそういった細胞のエネルギー源となって、細胞と細胞をつなぐタンパク質を修復することでリーキーガットを防ぎ、リーキーガットを治すことができます。体内の免疫細胞の 70% が腸内にいるとされていますが、短鎖脂肪酸は免疫機能を正常化する働きがあることが分かってきていて、免疫機能が過剰に反応することによって起こる炎症を抑えてくれます。この他に短鎖脂肪酸は、がんの細胞になる可能性のある細胞を消滅させる、血糖値の過剰な上昇を抑え、インスリン抵抗性を抑制することで糖尿病を防ぐ、コレステロールを下げる、脂肪の蓄積を抑える、過剰な食欲を抑える、学習能力や記憶力の向上など脳機能の向上といった、私たちは健康でいるために必要なたくさんの働きをしています。どれだけ腸内フローラの環境を整えることが重要かということが分かっていただけたと思いますが、それでは実際に腸活のために何をしたらよいのでしょうか。腸内の善玉菌が水溶性食物繊維を餌として短鎖脂肪酸を作り出すというお話をしましたが、水溶性食物繊維だけではなく、オーツ、米、じゃがいも、豆類などに含まれるレジスタントスターチも短鎖脂肪酸の原料になります。では、水溶性食物繊維もレジスタントスターチも豊富な玄米の冷やご飯だけ食べていればいいのかというと、そうではありません。食物繊維と一言に言っても、植物によって食物繊維が違って、しかもそれぞれについて複数種の食物繊維が含まれています。そして最初の方でご説明した通り、39兆存在する腸内細菌のそれぞれが好みの餌があるんですね。なので重要なのは、多様な植物性食材を日々の食事に取り入れること。野菜、果物、穀物、ナッツ、シーズ、海藻、キノコ、発酵食品といろいろなカテゴリーの食材がある中で、例えば豆であればいつも大豆を食べるのではなく、レンズ豆、ひよこ豆、インゲン豆などいろいろな種類の豆を食べるようにするということが、単純に悪玉菌の繁殖を防ぐということだけではなく、善玉菌の多様性を保つために必要です。また動物性食材については食物繊維が含まれていないですし、動物性タンパクは悪玉菌を増やすことが分かっているので、腸活のためには動物性食材の摂取量は少なければ少ない方がいいと言えると思います。毎日そんなにたくさんの種類の植物性食材を摂るのは大変そうと思われるかもしれませんが、次回後編では私が実際に実践している方法、そしてレシピなどをご紹介していきます。ファイバーフィールドの中では、腸内環境を整えるために食事だけではなく、しっかり水分補給をする、睡眠の質を高く保つ、自然に触れる時間を増やす、運動を習慣づける、他の人との接触を完全に断ち切らない、ストレス管理をするといったことも重要な要素として挙げられています。ということで、今日はスーパー腸活生活の始め方前編として、なぜ腸活が重要なのか、そしてスーパー腸活生活の基本的な考え方について、ウィル・ボルシュウィッツ先生のファイバーフィールドをベースにシェアしていきました。今回の動画で私たちが健康で暮らしていくために腸内細菌がとても重要ということが分かったと思いますが、やはり日々体に取り入れるものに関してはよく考えた方がいいと思います。
風邪をひいて病院に行くとすぐに抗生物質が処方されますが、抗生物質を飲むと風邪の症状の原因となっている細菌だけではなくて、多くの腸内細菌を死滅させてしまうため、腸内フローラのバランスを大きく崩す可能性があって、免疫力の低下であったり、長期的にはアレルギーや自己免疫疾患を引き起こす可能性もあります。抗生物質だけではなく、頭痛の時などに飲む薬に入っているアービープロフェインも腸内フローラのバランスを崩し、腸内の細胞膜を破壊することが分かっています。薬だけではなく、野菜などについている農薬などの化学薬品、そして加工食品に含まれている添加物なども腸内フローラに悪影響を及ぼすことが分かっています。また、多くの家畜は病気にならないように抗生物質が投与されていることも知っておいた方がいいと思います。今はコロナのことがあり、菌やウイルスから体を守るという対立姿勢になっていて、消毒や滅菌が徹底されていますが、たくさんの菌が私たちのことをすでに日々守ってくれているということも忘れてはいけませんね。それでは See you next time!